するとですね、このように余裕で入ってくるというところがありますね。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、ASA 新定番、楽々トラップ誘導術のご紹介です。アークサバイバルアセンディットになりまして、AI が強化されました。それにあたってトラップ誘導が難しくなっているんですが、今まではですね、結構 AI 挙動もですね、安定してなくて誘導できたんですが、アップデートが入りまして、だいぶしっかりとですね、トラップを避けたりっていうところが出てきましたので、そちらにあたって今後ですね、AI の挙動に関しては再度検証して、それに合わせたトラップも作っていこうかとは思っているんですが、それまでの間ですね、現状のトラップでも十分活用できるテクニックがございますので、そちらをご紹介していこうかと思います。こちらに関しては、もともとですね、ASE の時代からあったものにはなるんですけども、あまりトラップ誘導で使われることはなかったと思います。今回ですね、だいぶ誘導が難しくなっておりますので、ご活用いただいて、楽々トラップテイムしていただければと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。合わせて万能トラップに関してですね、同じ質問をいただいておりますので、改めてですね、万能トラップの作り方、ご紹介していこうかと思っておりますので、そちらもご確認いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず万能トラップに関してですね、いくつか同じ質問をいただいておりますので、再度作り方のご紹介をさせていただこうかと思います。まず作る場所に関してはですね、ある程度平らなところであれば置くことは可能です。まず生物がいる方向に三角土台を置いていただきます。高さに関してはできればですね、一番低いところがいいんですが、生物の走破能力に合わせて高さを調整していただければと思います。あまり低すぎるとですね、地形によってはですね、テラードアがぶつかってしまって置けないっていうことが発生しますので、そのあたりはですね、高さ調整考えていただいて、地形に合わせて置いていただければと思います。普通に置いていただければ大体置けるんですが、下にスペースが空くので、小さい生物、ドエディとか生物テームするときは高さを低くしていただければ誘導することができます。壁を置いていただいて、セラードアの置く場所なんですが、壁の下側にセラードアを縦に置きます。という感じですね。よく質問いただいているのが、次の90度なんですけども、横向けるんですが、これは壁の上側に置いていただきます。同じ場所にはセラードは置けないので、うまく置けないという質問がよく来ておりましたので、このセラードアはそれぞれ壁の上下に置いていただいて、上側は逆ですね。で、開いていただく。この状態で箱型ができます。平らなところで置いた場合、下が抜けることができません。ドエディとかも抜けれないんですが、サバイバーも抜けれません。ここで誘導する場合に関しては、下抜けれるように土台の高さ調整をしていただいたりとかですね、高生物とかで誘導していただくっていうのが定番になってまいります。あとはこちらにスロープを置いていただいて侵入ができるようにすると。一つでもいいんですが、今回誘導難しいので誘導しやすいように3つ置いておくと安定するかと思います。ダメージさえ入らなければ全て回収できるものになっておりますので、そこに関してはですね、あまり資材気にしなくてもいいかと思います。ちなみにですね、ここに土台を置くと、ここにはしごが設置できます。扉を開けていただくと、人でも抜ける場合、ここで脱出経路を作るっていう手段も取ることができます。初期の段階でまだ飛行生物いないよっていう場合は、こういう手段を取ることもできます。登る手間があるので、その時間でダメージ食らうとかは多少あるかもしれないですが、こういうのも一つの手段となります。
ちなみにですね、万能トラップ、ここのスロップ外していただくと、簡易的な恐竜の囲いとしても使うことができますので、初期のまだ拠点が出来上がっていない時の恐竜があぶれてしまった場合でも、簡単な恐竜の囲いとして使うこともできますので、トラップ以外でもですね、簡単な箱型を作ることができますので、そのあたりもぜひご活用いただければと思います。スロープつけっぱなしだと野生の生物登ってきて一緒に中に入って大惨事になりますので、出入りするとき以外は外していただいたりとかですね、テラードアの開け閉めで恐竜の出し入れをするっていうこともできますので、そのあたりぜひご活用いただければと思います。詳しくはですね、LAG サバのライブ放送の方で実際に拠点できるまで囲いとして使ってますので、そちらを参考にしていただければと思います。ではですね、実際誘導術に関してなんですが、今回アイテムを使います。そのアイテムがこちら、巨大蜂の蜂蜜ですね。これに関して説明文にもある通り、生物の誘導に使えます。これに関してですね、もともと ASE の時代から生物を誘導する能力を持っていました。トラップ誘導するときそんなに難しくなかったんで、今までは使われてなかったんですが、今回 ASE に関しては有効活用ができます。蜂蜜の入手方法なんですが、基本的にはですね、レッドウッドの木にくっついている場合が多いです。今回 ASE になって、比較的ですね、こういう岩場とかの壁にくっついているものもたまに見かけます。ここはちょっと探していただいてというところにはなりますので、ちょっとうろ覚えですが、レッドウッド以外でも見かけた記憶が若干あります。ちょっと覚えてないので、なんとも言い難いんですが、基本的にはレッドウッドのあたりで探していただくということになりますね。このようにレッドウッドの木にくっついていたり、岩場とかにくっついていたりするわけなんですけれども、こちらですね、アクセスしていただくと蜂蜜が5個取れます。ただし、このようにですね、蜂の軍団が現れますので、お気をつけいただければと思います。ちなみにですが、時間が経てば消えます。平らなところで伏せると攻撃は当たらなかったりします。しゃがんで上向きに槍攻撃っていうのも使えます。合わせてですね、蜂の巣をダメージを与えてですね、壊すんですが、結構大変です。ロケットランチャーを割と一発で壊せます。蜂の巣壊すとですね、このように女王蜂が出てきます。これに右スロットですね、レアフラワーとかキブルを装備して与えることができます。ただし、敵対されると渡すことができませんので、ここはですね、そろりと防虫剤とかギリースーツとかを着てする必要があります。強引に走り抜けて渡すという手段もあるんですけどね、倍率上がっているキブルとかではそういうテイムも可能です。すると、このようにですね、テイムができることになりまして、これに E ボタンを押すと蜂の巣が手に入ります。そして、この蜂の巣にエアフラワー入れておくと、蜂蜜が溜まるというものになっています。ちなみに蜂の巣開くとですね、蜂に襲われますので、ギリースーツフル装備していると蜂の巣開けてもダメージは食らいません。以上が蜂蜜の手に入れ方ですね。巨大蜂の蜂蜜ですね。見ていただいた通り、腐敗していきますので、これの対応としては、釣り竿にはめていただくとリセットされます。つけて外してっていうことですね。釣り竿1本でいいんですけど、持っといていただいて、そこに付け替えてしたりとかですね。あとは必要数、釣り竿につけておいて、後々外して使うとかもできますので、コントロールをしながら外していただくとスキンと一緒でですね、外すことができますので、そこで蜂蜜を長期保存することが可能です。これを使って生物を誘導していきます。X だと割と簡単に誘導できてしまったりするので、今回メガテリ君で試してみましょう。攻撃すると襲ってきますので、こうやって誘導していただくと、このように入らず回り込んできます。こちらにあたってですね、まず蜂蜜の使い方なんですが、アイテムスロットにセットします。いくつかセットしていただいていいと思うんですが、こちらでですね、このように誘導をしていただいて、蜂蜜を投下します。これを投下する場合ですね、こっちに回り込んでくると、蜂蜜を外側から取られます。通常このようにアルゲンタビスとかで誘導すると思うんですが、このままですね、誘導していきますと、こうなります。こ
特に攻撃的でない場合ですね。この入り口のところまで来たら蜂蜜を使います。すると蜂蜜をかけて入ってきますので、トラップに入れることができます。この状態ではめることができるので、通常は登りきらないところをですね、そのまま無視して誘導することができます。誘導なんですが、蜂蜜普通にアイテムとして捨てると箱になって機能しませんので、必ずスロットに装備してスロット番号をですね、使って誘導していただくということになります。誘導する場合なんですが、今みたいにうまくいくと1個で誘導することもできるんですが、なかなか難しいよっていう場合はですね、上り坂のところに一旦蜂蜜を置いて、中にもう1個置くという形でしていただくと、スムーズに誘導ができるかと思います。蜂蜜2個使っちゃうことになりますけどね。ちなみに捨てたら拾えないので、使い切りになりますのでご注意ください。これに関してはですね、万能トラップの方がもともと誘導しやすいので、比較的使いやすいんですが、以前ご紹介している1マストラップに関してはですね、割と誘導が難しくなっております。そこに関してなんですけども、簡単にちょっと作っちゃいますね。こういう感じですね。ここはですね、扉枠、両扉枠でも普通の扉枠でもいいんですが、抜けれないようにですね、生物に合わせていただければと思います。ただ普通の壁だと引っかかる場合があるのと、もう一つですね、サバイバーが抜けれないのでご注意いただければと思います。1マストラップの場合なんですが、割と人でやった方がやりやすいです。今回ですね、ルエディクルス君を使ってみようかと思います。攻撃すると襲ってくるんですが、通常ですね、このまま追ってきた場合ですね、誘導すると、あまりここの坂を登らなくなってまいります。これに関してですね、このまま殴っていただいて、誘導する場合に、さっき言った通り、この辺り蜂蜜を置いて、ここに蜂蜜を置きます。するとですね、このように余裕で入ってくるというところがありますね。あと、レイディ君結構ギリギリなので、この縁のところにですね、止まっている場合があります。その場合は横抜けてしまうので、入った時にどっちかに寄っていた場合は、逆側によって、ちゃんと中に落ち込むようにですね、していただければ、簡単に誘導することができます。これでですね、楽々誘導することができますので、基本的には蜂蜜2個で使って誘導する坂のところと中に設置して誘導していただくっていう方法をとっていただくと割と安定するかと思います。セラードアタイプのものに関してはですね、ちょっとこの縁とかにずれて乗る場合があるので、ここだけご注意いただければと思います。蜂蜜使うと比較的中側に入ってくれるので、割とハマりやすくなってます。万能トラップ、蜂蜜なくてもですね、結構誘導できたりはするんですが、生物によって挙動が変わってまいりますので、うまくいかない場合は蜂蜜を使って誘導していただいた方が楽です。気候生物いればこのはしごとかもいらないんでね、回収も簡単にできますんでね、この三角土台回収するとトラップは全て消えます。はしごだけ別で置いてますが。はい。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ASA で楽々トラップに誘導するためのテクニックのご紹介でした。もともとですね、蜂蜜に関しては生物誘導をできる能力があったわけなんですが、ここでトラップに活用したものになっております。説明文にもあるので、もともとそういう予定だったものだと思うんですが、ASE の時代だとですね、普通に誘導ができたので、あまり使うことはなかったと思うんですが、今回ですね、ASA になりまして、建造物を避けてくるという AI の挙動に対してですね、有効活用できるものになっておりますので、ぜひ活用いただければと思います。蜂蜜手に入れるのがですね、どうしても初期はですね、使えないところにはなってくると思うんですが、安定してこのようにですね、蜂の巣を手に入れることができれば、自由にですね、料理だけでなく使える部分になってまいりますので、ぜひご活用いただければと思います。またですね、安定してきた AI の挙動に関してはですね、検証して、それに合わせたトラップ作成などもしていこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。ちなみに、ユーティラヌスに関してはですね、誘導簡単になっておりますので、蜂蜜使わなくても簡単にトラップにはめることができるかと思います。ではですね、本日は以上となります。
アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。